はい、皆さんこんにちは。今日はプロクリエイトの使い方をやっていきたいと思います。こういう感じのネオンサインみたいなデザインを簡単に作る方法を紹介していきます。で、プロクリエイトのブラシの中にネオンブラシみたいなブラシがあるんですけど、それを使うともう簡単にこんなデザインを作ることができます。で、プラスこの後ろのレンガにちょっとね、光が灯ったような加工のやり方とかも今日は紹介していきたいと思ってます。で、バナー作ったりとか、あとサムネ作ったりとか、ポスター作ったりとかね、そういう時にもこのネオン加工のデザインっていうのは結構使いやすかったりするので、ぜひね、皆さんのデザインワークに取り入れてほしいなと思ってます。はい、じゃあ始めていきます。で、一番初めなんですけど、後ろの背景のレンガですね、これの画像をダウンロードしていきたいと思います。で、アンスプラッシュっていう無料でおしゃれな画像がダウンロードできるサイト、またはアプリがあるんですけど、私がいつも紹介してるやつですね。で、これを使ってブロックスって検索してください。で、そうするとなんかね、レンガっぽい画像が出てくると思います。こういうのですね。で、これ選択してさらに下にこうやってスクロールしてあげると、このレンガの類似画像みたいなのがたくさん出てきます。なのでこの中からお好みのレンガのね画像をダウンロードしてください。で、今回はこのブルーのやつをダウンロードします。で、右上のダウンロードフリーっていうボタンを押すとダウンロードできるんですけど、iPadOS になってからこのメニューバーのところにダウンロードマネージャーっていうボタンがついてます。で、これを押すと今ダウンロードした画像がダウンロードできたかできてないかっていうのがここでね一覧で見ることができるので、ここも活用してください。で、ここからプロクリエイトのアプリに移っていきたいと思います。プロクリエイト立ち上げて、今回はですね、上の読み込むっていうボタンから始めていきます。で、読み込むを押すとファイルアプリが開かれるんですけど、こんな感じですね。iCloud ドライブが開かれたような状態で、この中からダウンロードっていうフォルダ、これです。これを見つけてください。で、さっきダウンロードしたレンガの画像っていうのはこのダウンロードフォルダの中に入ってます。で、ここですね。ちょっとね3つ並んでるんですけど、これの1個を選択してください。で、そうするとこんな感じでプロクリエイトの中に写真読み込まれるんですけど、この読み込むボタンから写真を、インポートした場合はこのオリジナルの写真のサイズがイコールキャンバスのサイズになります。なので今すごい高解像度の、キャンバスが開かれているような形になります。で、次ですね、この画像の色味をちょっと変えていきます。モノクロっぽくしたいので、その時は左上の、調整パネルのところから、色相サイド明るさに進みます。で、そうするとこの下にパネルが出てくるので、この真ん中ですね、サイドのところを一番、マイナスに持っていくとこんな感じでモノクロになったような加工になります。で、次、この画像がですね、今ちょっと明るすぎるので暗くしていきます。で、その時は新しいレイヤーを1個上にプラスボタンで追加してください。で、色はですね、黒を取ります。で、レイヤー2が選択されていることを確認して、このレイヤー2の中にこう黒ね、バケツで放り込むみたいな感じで真っ黒に塗りつぶしてしまいます。で、その状態で N ボタンを押して不透明度をちょっと下げて、その下のブレンドモードですね、これを焼き込みにしてください。今回は焼き込みでいきます。で、不透明度はね後からでも全然調節できるのでここで調節してください。で、次なんですけど、この黒の真ん中のところだけちょっと光が灯ってるような感じにしたいので、マスクをかけます。レイヤー2を選択してここのマスクっていうボタンを押すと、この上にねレイヤーマスクっていう新しい項目が出てきます。で、このレイヤーマスクに対して、ソフトブラシっていうブラシを使って塗っていくんですけど、ソフトブラシはですね、このエアーブラシっていうカテゴリーの中にソフトブラシっていうブラシがあります。で、これを選択して、で、このレイヤーマスクが選択されていることを確認して、色は黒です。色は黒を取ってこの真ん中をですねなぞってみてください。で、そうするとこの黒いレイヤーにマスクがかかって後ろのね背景がこう見えてくるような形になります。これをねマスクと言います。
で優しくこうやってなぞるとちょっとだけこう薄くほわーんってこうレンガがね見えてきたようになるし、濃くグッて描くと、後ろの背景がかなり見えてくるような形になります。で、だいたい真ん中のあたりに空間を空けれたら、ここからネオンサインを描いていくので、新しいレイヤーを1個上にプラスで追加してください。レイヤー4っていうのを作ります。で、ここに書いていくんですけど、この時使うブラシが、キドっていうボックスの中にあるライトペンっていうのを使います。で、このライトペンがさっきのネオンサインみたいな感じでこうピカーッとね、光ったような加工を作ることができるブラシです。で、ちょっとピンク取って書いてみると、こんな感じで、真ん中が白くなって、その周りが選んだ色、今回だとピンクでこうピカーっとね、放たれたような加工になるんですよ。これがライトペンです。で、ちょっとね、このライトペンの設定を少しだけ変えていきたいので、まずこのライトペンを左にスワイプして複製っていうボタンを押すと、同じブラシがですね、上にこう乗っかったような形になるので、この複製したものをちょっと設定をね、変えていきたいと思います。で、今どうなってるかっていうと、こう強く描くとめっちゃ太くなるし、弱く描くと線がすごく細くなるんですね。で、これをちょっと変えていきたいんですよ。一定のブラシの太さで線を描いていきたいので、その時はこのペンシルっていうタブ、下のペンシルタブの一番上に Apple Pencil の筆圧っていう項目があるんですけど、ここのサイズ、今最大になっているので、それのサイズのところをですね0にしてください。で、そうするとブラシの太さはこんな感じで常に一定の状態で描くことができます。で、そうするとよりこうなんかネオンサインみたいなのに近づいてくるので、この設定をしてから描いていきたいと思います。で、ブラシの色は紫です。明るめの紫を取って一番最初の文字、ネオンっていう文字を書きます。で、書けたらちょっとサイズを小さくします。小さくするときはこのレイヤーを選択した状態で左上の矢印ボタンです。これを選択するとこうバウンディングボックスが出てくるので、この状態でサイズ小さくして、自分のね決めた位置に配置してください。で、次、新しいレイヤーを1個上に追加します。で、このレイヤーに違う文字を書いていくので、色はですねピンクを取ります。ピンク取って次ムーンっていうね文字を書いていきます。で、次なんですけど、お月様のイラストを描いていきます。新しいレイヤーを1個上に追加して、次黄色を取ります。で、同じように描いていくんですけど、この月を描く時のコツですね。この月ってこう下が弧になってるじゃないですか。この弧をね綺麗に描く時は適当にライン描いてギュッてホールドすると、こんな感じでね綺麗なラインに変形してくれます。もう一回いきますね。こう適当に描いてグッとホールドです。するとこうガタガタじゃなくなって、こう滑らかな曲線になってくれます。で、こんな感じで残りのところもこのギュッて押さえる機能を使いながら、このお月様のイラストを描いていきます。で、こっから残りのラインのところを全部描いていくので、こっから早回しで流していきます。で、こんな感じでラインのところが全部完成になります。だいぶね可愛らしい感じになってきたかなと思うんですけど、こっからですねもうちょっとブラッシュアップして完成度高めていくので、今描いたこのレイヤーですね4つあるんですけど、これを全部グループ化します。で、グループ化してこのサイズをちょっと小さくして真ん中あたりにこうギュッと詰めるような形で、サイズ変形をかけてください。で、そしたら新しいレイヤーを1個上に追加して、この追加したレイヤーをですねこのグループの下にこうギュッとこう並べ替えてあげてください。で、この新しく追加したレイヤーのところにもう少し光を追加して、こうパーッとねもっと光が放ったような感じにしていきたいと思います。
でブラシはですね、さっきと同じソフトブラシっていうのを取って、サイズかなり小さくして不透明度も少し下げてください。でこの状態で今紫色を取ってるんですけど、紫色を取った時はこのネオンっていう書いた文字ですね、これ紫色で書いたので、そのところをですねこう適当にふわっとなぞってあげます。これが後で光の加工でねちょっとこう灯ったような形になるので、ネオンっていうところは紫色で、次このムーンっていうところは、ピンク色で、同じように月のところは黄色、ナイトのところは、青っていう形で、このソフトブラシでこう後ろのところをですね光らしていってあげてください。はい、でこんな感じでソフトブラシの光のところが完成になります。ちょっと表示非表示で切り替えてみると、ビフォーでアフターこんな感じになります。でこれのブレンドモードっていうのを変えていきます。でここが結構大事です。で N っていうところ開くと、この下のところに比較明るいっていうボタンがあるんですけど、このタブに切り替えて、ここの中に追加っていう項目があります。この追加にしてください。で追加にするとどうなるかっていうと、今これが塗ったままそのままの状態で、これが追加です。わかりますかね、この違い。ちょっとズームしてみますね。これが標準で、これが追加。このね黒いところはね同じような感じなんですけど、この光が当たってる白い部分がすごいね、こう本当にこの岩に光が突き刺さっているような形になるんですよ。すごい綺麗な加工になってくるので、この状態でこう不透明度を少しね調整してあげて、だいたい 50% ぐらいにしてあげると、本当にこのネオンサインみたいなような加工になります。でこれでほぼ完成なんですけど、最後ねちょっと微調整としては、このレイヤーマスクのところですね、一番最初に触ったところをもう少し加工を加えてあげると綺麗になります。でソフトブラシ取って、このお月様の左のあたりですね、今結構暗くなっちゃってるんですけど、本当はこう光が当たってもうちょっと明るいはずなので、明るくなるであろうところをもう少しなぞってあげて、光を追加していってあげます。で逆にあんまり明るくならないであろうところはですね消していくような感じですね。本当にこのお月様とネオンムーンナイトのあたりが明るくなるように、こう最後ね微調整をしてあげてください。はい、ということでこんな感じで完成になります。どうでしょうか。結構ねいい感じに描けたかなと思います。で最後レイヤー見ると、一番上に文字のラインがあって、間に光で、その下に暗闇のレイヤーがあるような形になります。で、このチュートリアルなんですけど、実はですね iPadMate の方では結構前にねこのチュートリアル公開してて、それを使ってですねみんなすごいね面白いイラストを描いてくれてます。でこの前ハロウィンカードを作ろうっていうね企画をやった時に、こんな感じでライトペンを使ってハロウィンっぽいこのネオンサインみたいなのをみんな作ってくれました。でこういう暗めのちょっとイラストとか画像にワンポイントでこのラインペン使って、文字とか書いてあげると、それがすごく目立ってこんな感じでねおしゃれになるんですよ。なのでぜひね皆さんこのテクニック使ってやってほしいなって思います。で、このサイトはですね概要欄の方にリンク載っけておくので、よかったらね皆さん参考にしてほしいなと思います。 iPadMate たちのこの画像を見てね、こんな感じのできるんだみたいなのを見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ぜひこの動画が役に立ったらいいねボタンをお願いします。でまだチャンネル登録してない人はですね、こんな感じで iPad の使い方をたくさん紹介しているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。はい、ということでご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。